2024年が過ぎ去り、2025年が始まりました。皆様はどのように年末年始を過ごされましたでしょうか？私はもっぱら新しく覚えた動画ソフトの使い方を一生懸命学んでおりました。この新しい2025年という年が皆様にとって幸多く、また1年を健やかに過ごされることを願っております。もちろん毎日楽しいことばかりではないと思います。悩み事やトラブルは起きないに越したことはないんですけれども、もし毎日何かあったとしても乗り切ることができた、そういう1年であってほしいなと思います。私の去年1年を振り返ってみましたら、私はチャレンジの1年だったなと思います。まずはお仕事、日々チャレンジでした。今従事している職種は以前とは全く毛色も違う職種なんですが、2年ちょっと前からチャレンジしておりまして、もう辛かったりゴールが見えなかったりで大変なんですけれども、3月に入れば丸3年になる今でもまだまだ勉強することはありますし、進歩進化していかなくちゃいけない部分もありまして、日々挑戦の思いで過ごしました。また編み物につきましてもチャレンジでした。日本編み物検定協会が実施している編み物検定にもチャレンジしましたし、新しい出会いといいますか、人間関係におきましてもチャレンジって言っていいのかな、しました。私はちょっとコミュ障というか、人間関係築くのが超苦手で、コミュニケーションを取ることは心の中は結構厳しい状態で、葛藤と挑戦、勇気を出すことの連続です。私と会話したい人なんていないよねという考えが基本なので、人から声をかけてもらえれば会話できます。人に何か言ってもらえれば参加できますみたいな感じで、待ちの姿勢が強かったんですけれども、去年は自分から声をかけてみるということを結構しました。一人でいいやと思っているわけではないですし、誰かが気を使って声をかけてくれるお年頃でもないので、それなら自分が一歩二歩と踏み出すしかないと思いました。いつもなら必要以上の会話はしないんですけれども、私はあなたと関わり合いを持っていきたいんですよということをアピールすることにチャレンジした2024年でした。あとはやっぱり年の瀬になって怒涛のチャレンジがありました。本当に予定なく、何の前触れもなく YouTube にチャンネルを作成するという機会に恵まれました。もともとですね、チャンネルを作るきっかけになったのは姉なんですけれども、姉からは聞いていたんですよ。彼女はかぎ針が苦手であると。はい、それを初めて聞いたのが一昨年ですね。2023年の10月だったんですけれども、編み地を見せてと言っても全く見せてくれる気配がなく、どうでもいいのかなと、彼女も忙しいですからね。改めて聞いてみましたら、かぎ針で編めるようになりたいって思ってるし、自分で編みたいかぎ針編みのバッグがあるんだって言いまして、やっと写真を送ってきてくれたので、本当にかぎ針やりたいんだと思いましてだったら何か力になりたいなと思いました。彼女の悩みは編むほどに広がったり狭くなったりすると聞いていたのですが、写真を見てみたらですね、本当にすごく広がっていたので予想していたかぎ針編みあるあるじゃなかったわっていう感じだったんですけど、でも編み地の写真を見て判断できた限りで、目の編み方を間違って編んでるのかなと推測しましたので、彼女にこういう編み方してませんか、正しい編み方はこうですよ、これで解決しませんかという動画を渡すことにしました。LINE で彼女に送ったんですけれども、33分あった動画がですよ、自分で再生してみたら5分しか再生できなかったんですもうすごくショックで、LINE は無償ですからね、多少使わせていただける領域に限度があるでしょうから仕方ないのかなと。
じゃあどうしようと考えたら、もう YouTube というサービスに頼るのが一番の解決策だろうと判断して、このチャンネルを開くことに至った次第です。このことに関連してもう一つチャレンジしたのは JW CAD の習得です。姉に編み図を描いてあげたいと思ったんです。私は手書きで綺麗に描けないですし、修正が面倒なので、やっぱりパソコン使って描きたいと思ったんですね。編み図を描くためのソフトウェアやサイトを使い比べたり、インターネット上の意見を拝見して考えた結果、本腰を入れて JW CAD を勉強することにしました。実を言うと JW CAD の使い方は過去に何度も勉強しては挫折する前に逃亡していたんですけれども、はい私はジャストシステムさんのグラフィックソフトの花子が大好きなんです。けれども花子2004を最後にアップグレードしていなかったので、今すぐ書きたいとなると無償で提供されている中では JW CAD しかないって思い、覚悟を決めました。改めて使い方の解説動画やウェブサイトを探しましたら、運よくですね、JW CAD で編み図を描いている方が初心者向けの解説をしている動画に巡り合うことができまして、それが本当に分かりやすくて、こんなに簡単だったのかと嬉しい衝撃でした。本当にご提供者の方には感謝しています。私、勝手に心の中で JW CAD の師匠とお呼びしております。はい、おかげさまで編み図を描くために必要な JW CAD の基本的な操作は8割方習得できたのではないかと思います。まだ師匠の動画をすべて見ていないので、残りも見ていきたいと思います。師匠、本当にありがとうございます。感謝してます。12月24日から勉強を開始し、25日には描きたかった編み図を描き上げることができました。師匠の動画が気になる方は概要欄にチャンネル名を記載しておきますので、どうぞ検索して師匠の渾身の動画をご覧いただければと思います。2024年はそのような感じで本当にチャレンジ、そしてまたチャレンジの1年でした。2025年ももちろんチャレンジしていきます。でも去年とはちょっと違った努力をしていきたいです。去年は仕事と勉強を中心にして編み物の時間を作るということがうまくできなかったんですね。そこがやっぱり編み物検定試験を去年受けた後に心残りとなりました。とにかく練習量が足りなくて、理論筆記試験の方は満点取れたんじゃないのって思えるほどの手応えの良さがありました。実際はわからないですよ。きっと失点もあって80点程度かもしれません。実技に関してはできる限り練習したものの、時間が十分じゃなかったので、本当にこんなにここまで練習の時間を取らないで実技の試験を受けたのは初めてっていうのが去年だったんです。なので実技試験で提出した作品は全然満足や納得いくものではなかったんですね。それが本当に悔やまれるっていうか、あまりにも練習する時間を取らなかったゆえの当然の結果でしたので、なんて言うんだろう、悔しく思う資格もない感じ。本当に残念な空虚な気持ちでしかなかったので、今年はですね、お仕事や他にやらなくちゃいけない、勉強しなくちゃいけないことにも時間を取るとともに、加えて編み物の時間もしっかり取っていきたいです。目標は1月の間にフィレレースをしっかり習得したいです。まずは。で、そうですね。姉のまっすぐ編めない問題を解決に導きたいです。今はまっすぐ編む練習も兼ねて四角いコースターを編んでいる途中なので、正しい編み方を身につけていただきながら、姉にはコースターを四角く
編み上げていただきたいです。私も一緒に編みます。で、2月の末までにセーター1作品編みたいです。これは課題なのでタイムリミットはずらせません。これはしっかり結果を出していきたい。間に合うかな。頑張ります。はい。そして姉とはうさぎの編みぐるみを編みたいですね。2月は。で、3月、4月以降はまたちょっと考えます。9月にはレース編みの検定試験を受けたいですし、このチャンネルの動画も作っていきたいなと思っています。私、左利きなんですけど、いろいろな理由から右手で編むようにしました。とはいえ、左手で編んでいた時のジレンマは忘れがたいですので、左手で編む人のその悩みとか不便に感じていることを解消する力に少しでもなりたい、なれればと思うので、当時困っていた点などを一生懸命思い出して動画を作っていきたいなと思います。ちなみにこちらが日本編み物検定協会さんが出している書籍ですね。で、私が普段使っている道具なんですけれども、これがレース編みに使うかぎ針、レース針ですね。そして毛糸などの太さのある糸に使うかぎ針、こちら分かりにくいですけれども、アフガン編み針、これは針の両端に同じサイズのフックがついています。それから動画を撮ったりしていくのには、せっかく100円ショップさんがお手頃な価格と手軽な量の素材を販売してくださっているので、そういったものを活用しながら動画を作っていきたいと思います。ちなみにまっすぐ編む練習で使っている四角いコースターは、姉がインターネットを検索して見つけてくれたのですが、ドゥジャンテさんのブログにあった四角いコースターを使わせていただいております。たった2種類の編み目しか使わないですし、とてもシンプルなデザインで、編み図を見てすぐ編みやすそうと思いました。実際編んでみて難しいことはないのですが、もっと綺麗に編むにはどうすればと考えながら編んでみると、学びが多く教材としても抜群ではないかと感動しました。コースターという小さい作品なので編み直しも辛くありません。このようなシンプルで取り組みやすいながらも学びの多い作品を提供できるなんて、その才能とセンスに憧れちゃいます。ドゥジャンテさんは埼玉県でかぎ針編みと刺繍の教室をしていらっしゃるみたいで、レッスン用のキットの販売もしていらっしゃれば、ブログに編み図を公開した上で練習になる作品を展開してくださっているようです。姉と編んでいる四角いコースターにご興味ある方は、コースター、四角、かぎ針、この3つのキーワードに検索して見つけていただくか、ドジャンテさんのホームページのブログで2022年の6月3日の記事で紹介されておりますかぎ針編み初心者さんコースターの作り方パート1、矢印細編みと鎖編みだけでできちゃうを探してみてください。さて、私が2024年最後に編んだ作品はこのドゥジャンテさんの四角いコースターでした。それは写真も撮らないままサンプルとして姉に送ってしまいましたので、手元にあるのはこの2枚目でまだ編んでいる途中です。縁編みは姉と一緒に行う予定です。この次に縁編みが入ってくるようになります。2025年の最初の作品はこのコースターになる予定です。つまり去年の編み納めと新年の始まりの作品が同じになる予定です。はじめは編み図の指示通り505で編んでいたんですが、私が使っているセリアさんの名刺だとこの隙間が小さくて透かし模様が出なかったので、いろいろ試して最終的に705で編んでいます。
編み地を引っ張らなくても透かし模様が見て取れるので、元々の可愛いデザインが楽しめるかなと思っています。糸の太さと針のサイズ、透かし模様のバランスについて考察できるとってもいい作品だと思います。四角いコースターが終わったら、姉とはこちらを編む予定をしています。映ってますかね。うさぎさんの編みぐるみですね。over 14 years old となってますので、14歳以上が対象年齢のようです。ビギナー向けのはずなのに14歳以上ということはちょっと難しいのかなと思ったんですけど、実はこのキットうさぎさん3体編めるんですよ。うさぎ3羽って言った方がいいのかな。で、編む量が多いので根性がいるっていう意味で14歳以上にしてるのかもしれないなと楽観的に解釈することにしましたこちらはちなみにテムっていうオンラインショップで買いました。1000円ほどのお値段で編みぐるみ3体作れて、必要な編み物道具も全部入っているのは結構お得と思います。ちなみにこの線は私が引きましたので、こんな線があるなんて怪しいって思わないでくださいね。なんで線を引いたかって言いますと、住所とメールアドレスがここに載ってるんですよ。それが動画に映っていたらいたずらする人がいるかもしれないと思いまして、良くないと思ったのであえて線を引きました。はい、さて以上が2024年の振り返りと2025年の新年の抱負でございました。この動画はさておきなんですけれども、他の私の動画でいいねって思うところがありましたら、ぜひいいねをクリックしていただけますと大変嬉しいです。私のやる気にもつながりますし、今後の方向性を考えるというところでもご参考にさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、っていうことでこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴してくださった皆様ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。じゃあねー。